にちは、シカです。梅雨の季節がやってきましたね。ということで、雨の日を楽しむチェック柄レインコートと花柄ビニール傘のマイデザインを配布いたしました。セットでコーディネートを楽しめるデザインになっています。カラーバリエーションは、今着ているのがイエロー、そしてピンク、ブルー、パープル、ブラウンの5種類です。そしてこちらはいちご柄のレインコートとビニール傘のセット。セットで使うのはもちろん、お店で購入できるレインハットやいちごの傘との相性もいいので、お気に入りの組み合わせを見つけてみてください。スリッパやルームシューズと合わせればルームウェアとしても使えます。さらにレーススカートを合わせると、裾からちらっとレースが見えるので可愛くておすすめです。好きな色の組み合わせで雨の日を楽しんでいただけたら嬉しいです。ここからはレインコートと傘の作り方について説明いたします。意外と簡単に作れちゃうので、ぜひチャレンジしてみてください。それではメイキングスタート。マイデザインプロからコートを選択。カラーパレットはどれでも大丈夫です。各カラー変更から必要な色を作りましょう。まずは使う色の紹介から。ブルー1、ブルー2、ブルー3、イエロー、濃いイエロー。以上の5色を使って描いていきます。まずはブルー2で全体を塗りつぶしましょう。コントローラーの右スティックをカチッと押すと、袖や後ろ側の型紙に切り替えられます。イエローに切り替えて、正面側の裾3マスを塗りつぶしていきます。ブルー1に切り替えて、点線を描いていきます。ペンの太さを中くらいに変えて、等間隔でドットを描いていきます。上下左右4マス開けつつドットをポチポチ。ZR ボタンでミラーモードにしながら描けば時間短縮できます。今度はブルー3でドットを描いていきます。これでギンガムチェック柄ができました。一旦ここで後ろ側にもデザインをコピーします。続いては袖部分に切り替えます。イエローで袖口部分を4マス塗りましょう。ブルー2でボタンもつけて、先ほどと同じようにギンガムチェックを描いていきましょう。これで袖部分のデザインができました。反対側の袖に反転コピーします。それでは正面デザインを仕上げていきましょう。イエローで襟を描いていきます。描けたら中を塗りつぶして、ブルー2でアクセントにドットをポチッと、イエローでボタンを描いていきます。濃いイエローに切り替えて、ボタンに影を描いていきましょう。
今度はイエローでポケットを描きます。濃いイエローで影をつけて、ブルー2でボタンも描けば正面デザインの完成です。最後は後ろ側のデザインを仕上げていきます。イエローで襟部分を描いて、中を塗りつぶせばチェック柄レインコートの完成です。使用しているカラーを変更するだけで好きな色合いに調節できるので、自分好みのアレンジを楽しんでみてください。チェック柄部分をちょっと緑に寄せるだけでも可愛いです。続いては花柄ビニール傘の作り方について説明していきます。レインコートの作り方に比べると難易度が高そうに見えますが、作業工程が単純なので意外と簡単に作れます。それでは早速作っていきましょう。マイデザインプロから傘を選択。まずは使う色の紹介から。グレー1、グレー2、グレー3、グレー4、グレー5、グレー6。グレーは右に行くほど色が濃くなっています。そしてイエロー、ホワイト、ブルー。以上の9色を使って描いていきましょう。まずは傘の持ち手と石突き部分をイエローに変えます。ブルーで傘の縁部分に色をつけていきます。直線ツールを使うときれいに描くことができます。線が描けたら塗りつぶします。今度は細いラインを描いていきます。白い部分をグレー3で塗りつぶしましょう。続いて一番濃いグレー6に切り替えて、それぞれの三角エリアの中心に影を描きます。きっちり同じに描かなくても大丈夫です。だいたいこのくらいの大きさの影をざっくり描いていきましょう。グレー5に切り替えて、先ほど描いた影の周りを囲っていきます。こんな感じで影のグラデーションを作っていきましょう。さらに薄いグレー4に切り替えて、影のグラデーションを滑らかにしていきます。雫型になるように描くのがコツです。下の方まで影を広げていきましょう。他の三角エリアも同じように描いていきます。横の三角エリアはミラーモードで左右対称に描いて時間短縮しちゃいましょ
続いてグレー1に切り替えて、傘の骨組みに合わせて線を引いていきます。傘の中心部分にも影を入れていきましょう。さらにグレー2で傘にツヤを描いていきます。ビニール傘っぽい感じになりました。一旦ここで保存しておきましょう。この状態で保存・複製しておけば、違う柄のビニール傘を作りたいときに一から書き直す必要がなくなるので便利です。ビニール傘の土台が出来上がったので、あとは花柄を描いていくだけです。イエローに切り替えたら、間隔を空けながらドットを描きましょう。ホワイトに切り替えて花びらを描いていきます。お花は2種類描くので、まずは1種類目のお花をランダムに描いていきます。今度は線だけの花びらを描いていきましょう。傘の骨組み線と花びらがくっついてしまう場合は、グレー2で骨組み線の色を濃くしましょう。仕上がり見本を確認しつつ、線が重なっているところを調節していけば、花柄ビニール傘の完成です。縁の部分にも柄を入れたいという場合は、縁より薄い色と縁より濃い色の2色をさらに追加します。レインコートで描いたギンガム柄のように濃い色と薄い色のドットを描いていきます。ひたすらポチポチ。これをひたすら繰り返せば、ギンガム柄のビニール傘の完成です。ここまでお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか？参考になったよという方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回。ご視聴ありがとうございました。